今日もピクミン3デラックスやっていきます。前回、あらかた探索が終わって、いよいよボスと戦うってところだったね。普段はカットしてるけど、たまには隊員同士の話を聞いてやるか。trước bên nhà và có bài tôi học Oscar vậy bên nhà trước vì có chuyện professor 有梦鬼哦あんとおっぱいやんな。アルフ君とカチャーリーは、あんまり我慢できないように見えないけどな。我慢できない例として、食料がない状態で日没を迎えると、隊員全員がブチ切れて、調査続行不可能でゲームオーバーになるとか。沸点が低い。ちょっと実際に見てみたいな。クリア後にでも、そういう小ネタを回収してみてもいいかもね。で、今日の目的は、ボスの討伐オンリー。時間が余ったら、果実の回収。どんな編成でボスに挑む？そうだな、岩ピクミン20、青ピクミン80で行こうかな。赤ピクミンは、連れて行こうか迷ったけど水没とかするかもしれんしな。青ピクミンが仲間になったステージだし、青ピクミンが活躍するだろう。という推測。そんじゃ早速出発だ。うおー。こんなん肩壊れるで。あ、メモデータ。こんなところにあったのか、見逃してたな。昨日、カニが出てきたところだね。ピクミンは、5種類を20匹ずつ連れて歩くと歌うことがある。へえ、割とバランスのいい編成だし、普通にやってても聞けるかもしれないな。ああ、そうだ。橋を完成させておいてくれ。頼むぞ。橋が完成しないと、ボスを倒しても運搬しづらいからね。羽ピクミンオンリーなら運べちゃうけどな。ほんと便利だな、羽ピクミン。1匹だと遅いかなと心配になり、もう1匹投入。もし、我々が、ボスに皆殺しにされた時は、お前らだけでも生き残ってくれ。まあ、本当に皆殺しにされた時は、あのピクミンたちも日没で死ぬと思うけど。で、これがボスか？壊してみてくれよ、ピクミンたち。でかいとは聞いていたが、想像以上にでかいな。先に見たメモデータによると、足にダメージを与えて、バランスを崩せとか。頼むぞ、青ピクミン。いや、このままだと踏み潰されまくるな。一旦帰ってこい。この辺一帯が泥っぽいからか、足跡が水場に変わっていくね。ほら、青ピクミン以外は、ろくに攻撃できないな。足が十分赤くなったので、次の足へ。ドワー。がっつり踏まれた。青ピクミンが8匹死亡。どこに歩くかわからんから危ないな。体の下の方がヤスチョンまであるかもしれん。ボディプレスとかもしてきそうだけどね。てか、いちいち投げるより突撃させた方が効率いいのでは？全員振り払われた。ほぼ全員踏まれたんだな。青ピクミンが30匹死亡。くっそ、前から突撃させたのが悪かったか。しかし、このボス、めちゃくちゃ強いぞ。今までのボスたちとは一線を画してるね。今までの奴らはピクミンをパニックにするとか拘束してじわじわ殺すとかだったのに、こいつは踏み潰しが即死。振り払ってからの踏み潰しは相当やばいね。進行方向の横とか後ろからピクミンを貼り付ければいいのかな。だがこいつがどこに歩くかは読み切れないな。とりあえず安全優先でちまちま足を叩こう。あれ、全部の足を赤くしたと思うけどこれじゃダメなのかな。どこかの足が赤くなりきってないのかも。危ねえ。一匹潰された。足の動きを見てから回避は無理だし、体をどう動かしてるかを見た方が良さそうだね。バランスを崩したぞ。今がチャンスだ。頭の方の水晶がまだ割れてないね。あれ、突撃させても割れないのか。しょうがねえなあ、投げるよ。ブリトニーさんが危険を察知。お前、そんなとこに口がついてたの。
ボスに食べられ、ピクミンが11匹死亡。98匹連れてきたのに気づけば50匹。そろそろ増援を呼ぶか迷うな。ブリトニーさんが危険を察知したらすぐに離れるのがいいね。攻撃のチャンスが少ない上に、ピクミン即死技のオンパレード。こりゃ苦労するぞ。とか言ってたら水晶が割れたね。ここから本気モードなんだろ。予測できとるわ。モンハンで鍛えた感覚が突進モーションと判断。見事に当たり回避できました。割とリオレイヤっぽいというか現実のバッファローっぽいというか、そういうモーションするんだな。ボディプレスもしてきたね。やはり体の下は危険か。また突進しとる。これもしかして本気モードの方が戦いやすい。突進のボディプレスも予測できれば好きだらけだからね。今がチャンス。投げろ投げろ。どうも全部の足を叩くわけじゃなくて、どの足でもいいから一定ダメージを与えればバランスを崩すらしく、この通りってなもんよ。そして生めかしい直の避け方で思いついたことがある。相手が舌を出す前に裏回る。全然ダメだったな。何笑てんねん。いや、もうちょっとうまくいくかと思ったんだが、こちらの行動が遅かったのもあるけど、単純に攻撃範囲が広いな。ピクミンが18匹食べられて死亡。これはいい加減に増援を呼ぶべきだな。この攻撃チャンスが終わったら絶対しよう。これでやっと 30% ほど削ったか。なんてタフさだ。じゃあ増援を呼ぶとしてどのピクミンを連れてこようか。青ピクミン100匹が一番だが、そんなにいないので、青ピクミン30匹で足を殴って、岩ピクミン70匹で顔に投げるとかかな。岩ピクミンの投げ、ダメージの強さを信じる編成。岩ピクミンなら踏み潰されても耐えるかもしれないしな。まあ直後に溺死するだろうけど、ワンチャンあるかもしれん。待たせたが、ここからはこちらも本気だぞ。激辛スプレー噴射。スプレーの在庫は潤沢だし、青ピクミンは元が弱いので、スプレーの効果が大きい。どんどん使っていこうね。もうダウンしたか。さすがの火力だなスプレー。こうなったら、岩ピクミンを狂ったように投げていこう。舌で舐める攻撃はきっちり回避。2匹取り残されたけど、なぜか生き残ってるね。ここからは、型が壊れても投げ続けるぞ。前に見たのは勘違いで、実は突撃でも殴れないかな。ひたすら投げてて、だんだん、これが、正攻法なのか、不安になってきた模様。試しに青ピクミンも突撃してみてくれ。どうせ暇だろ、お前ら。何 ?2 回転だと。隙を生じぬ二段構えだ。くっそ、隊列のピクミンたちがめちゃめちゃ食われた。そして、結局突撃させても攻撃できない。24匹が食べられて死亡。なんて恐ろしいやつなんだ、こいつは。このボスのこと、後でピクシブ大百科で調べてみたんだけど、HP が半分になったら行動パターンが強化されるみたいだね。ニコニコ大百科とピクシブ百科事件とアニオタウィキにはよくお世話になっておる。ボスの HP は残り 25%。次のチャンスで倒せそうかな。死んだピクミン95匹の仇。死ねやん。今日だけでとんでもない大損害だな。よっしゃ、押し切れた。어림은 동동 유바 대낙 후 어림은 시즈와 스히총 와 레이크 후 어림은 디박슈 차のんきにメロンに張り付いて気絶しやがってよ。アルフパンチ、アルフパンチ。クソ、殴れない。アルフパンチは対原生生物専用技なので、重罪人ルーイと壊れたドルフィン号か。そういえば、
そもそも、なんでルイは逃げ出したんだろうな。ドルフィン号を一刻も早く直したかったのかな。それだと食料を盗んだ理由は謎だけど、食料は特に理由はないけど、全部盗んだとかだったら絶対ぶち殺す。ここには罪人を守る法律はないのだ。まだ日没まで少しだけ時間がある。チャーリー、電気壁を壊しに行ってくれ。前から壊そうとしては時間切れになったり、壊そうとしては人手不足から諦めたりでずっと気になってたやつ。いろいろと間に合うか微妙だな。メインストーリーのためにも、ルイだけでも運搬を終わらせたいところ。そしてチャーリー視点チェンジ。お前はギリギリまで電気壁を叩いてな。慌ただしいな、おっと、ルイがドレイク号に着いたね。ブレイクスヒチョン。命名、要注意人物。残念ながら当然の扱いと言える。43日分の食料全部持ってたか。1日分も食べてないのはいいぞ。罪が軽くなる。ついでに、チャーリーのアヒル隊長も奪還。よし、壊せた。やったぜ。ギリギリまで粘りすぎである。ギリギリまで頑張ったからな。ギリギリまで踏ん張らなくていいから。ワイトロワイペニャ。食料も戻ってきて残り53日分。果たして使い切れるのかこれは。ボスは倒したものの95匹死亡。反省点が多い日だったな。そんな反省点が多い日のリプレイはこちら。リプレイ終了。リプレイだと、ボスとの戦闘がよくわからないな。アイコンでしか表示されないから、ボスの足がどこにあるかとかはわからないんだよね。といったところで、今回はこの辺りで、お疲れっした。良ければフォローやチャンネル登録よろしく。